皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ情勢関連のニュースは大きな話題しか地上波放送では取り上げないので、このチャンネルで細かなニュースを拾い上げていってください。今回取り上げる主な話題としてはこちらです。1、預金を動かせないのかとロシア国民がヒヤッとする場面が発生しました。アメリカの制裁により、ロシアの中央取引所が通貨ルーブルのアメリカドルやヨーロッパのユーロとの為替取引に支障が出ようとしているのです。2、ウクライナ軍事支援に G7 の結束が試されています。現在のところ、ウクライナに対して約7兆8640億円規模の支援が考えられています。3、ロシアの最新対空兵器 S500 がクリミア大橋防衛に配備されたと一報が入っています。これまで S300、S400 が次々と撃破されていることから最後の切り札を出してきたようです。まず、アメリカの制裁が報じられています。モスクワ取引所でドルとユーロの取引停止、アメリカの対ロシア追加制裁受け、ロシア最大の取引所であるモスクワ取引所は、アメリカの新たな対ロシア制裁を受け、ドル建てとユーロ建ての取引を停止した。アメリカ政府はこの日、ロシアがウクライナ戦争を維持するための資金や物資の流れの遮断を目的とした新たな制裁措置を発表。中国などの第三国を含む300を超える個人や団体を対象とした。12日はロシアの祝日だったが、モスクワ取引所とロシア中央銀行はアメリカ政府の発表を受けて急遽声明を発表。アメリカがモスクワ取引所グループに対し制限措置を導入したため、米ドルとユーロ建ての受け渡し証券の取引と決済が停止されたと表明した。銀行、企業、投資家は流動性、生産、監視の面で有利な中央取引所を通じた取引がドル建てでもユーロ建てでもできなくなる。そのため今後は取引所を介さず2社間で直接取引する店頭取引 OTC が必要になる。中央銀行は OTC のデータを使って公式為替レートを設定するとした。多くのロシア人は貯蓄の一部をドルやユーロで保有している。中央銀行はドルとユーロの銀行預金は安全だと説明。企業や個人は引き続きロシアの銀行を通じてドルやユーロを売買できるとした。中央銀行は今後も何も問題はない、安全だと表明しているわけですが、一報を受けたロシア国民の反応としては取引所に列ができています。為替変動が大きくなるということは、より安全な資産を持ちたいと誰もが思うはずです。特に手持ちのルーブルが今後暴落していくんだなというのを前提とした場合においては、価値が高まっていくであろう相手方の資産を持っていた方がより自分の財産を守ることができます。そのため手持ちのルーブルを少しでもドルやユーロに今のうちに変えようという人たちがいるのです。アメリカの制裁に伴ってドル建てやユーロ建て、そして香港ドルなどについての決済などができない、そしてそれらのお金を移動することも引き出すこともできないという話になり、さらにはそうした一報が流れた直後においては、そもそも銀行口座などにログインできないといった話なども流れてきたことから、ロシアでは重要な問題として多くの人が認識しているようです。ただ、銀行の口座にログインできないという問題は果たして多くの人々が集中的にログインしようとしてサーバーがダウンしたのか、それともこの問題を大きくしないために政府側でサーバーそのものを落としてお金の動きを止めたのかについて、一体どのような話が真相なのかは今のところは分かっていません。少なくとも分かっているのは制裁の影響に伴って様々な面でロシア側は面倒くさいことに巻き込まれることとなります。特に今回の一件において漁夫の利を得るのはどこかといえば中国でしょう。ルーブルの国際的な動きといったものはドル決済の場からどんどんと排除されていくわけですから、ルーブルはどちらかというと人民元経済へとどんどんと飲み込まれていくこととなります。これまでも中国とロシアとの間においては不平等貿易といったものが横行するようになりましたが、これはロシアの国際的な地位の低下に伴って中国が常に優位な条件を生かして交渉に当たっているからです。そして人民元決済はロシア企業にとってはもはや欠かせないものへと移っていくかもしれません。なお、こうしたルーブルの価値変動に伴う動きというのは今後も続くことでしょう。特にルーブルの価値が高まっていくとはちょっと思えないような状況ですから、ロシアの大富豪たち、オリガルヒたちはルーブル資産をいかにして海外へと逃がすかに知恵を絞って今後の事態に備えるでしょう。
通常そうした為替安といったものは資源を輸出しているロシアにしてみれば為替益を得ることができる条件が強まるわけですが、外交上において為替の変動を上回る形での激安価格を求められ、それに応じざるを得ないというのであれば、結局のところほとんどその利益を得ることはできません。ロシアにとって最大の貿易相手国は中国であり、ロシアによるウクライナ侵略、それ以後においては常に相対的な影響力低下といったものはロシアを苦しみ続けることとなるのです。プーチン大統領がいかに自国の未来を暗くしているかを私たちは目撃していると言えるでしょう。次に、ウクライナ支援のためのお金をロシアの凍結資産から生み出す話。G7 がロシア凍結資産活用で合意。ウクライナに500億ドル支援へ。G7 はウクライナに約7兆8640億円の新たな支援を提供する仕組みで合意した。事情に詳しい関係者が明らかにした支援は年内に始まるという。G7 は数ヶ月にわたり2800億ドルに上る凍結したロシア政府資産が生む利益の活用方法を議論していた。合意されたのは、それぞれの経済規模に応じてウクライナに融資を提供し、この凍結資産が生み出す利益を返済に充てるという方法で、イタリアで今週開かれる G7 サミットで承認される見通しとなった。ロシア凍結資産の大半はヨーロッパに滞留している。融資の仕組みは3カ国それぞれの国内手続きに基づき異なるものとなり、凍結資産の生む利益が想定を下回る場合のリスクは各国が背負う。最終的な技術的詳細はサミット後に調整されると関係者は述べた。支援はウクライナの国防や経済、復興などに使われる。合意内容は13日のサミットで変更される可能性もある。今回の合意はウクライナにとって重要な中期的な支援を確保し、2025年以降のウクライナの資金需要を一部補うものになると見込まれる。G7 にとっては戦争に終わりの兆しが見えない中でもウクライナを長期で支援するという意思をロシアに示すことになる。ロシア凍結資産は年間で約5100億から8500億円相当の利益を生むと見積もられている。EU はすでにこの利益をウクライナに年2回提供することで合意済みだが、アメリカ主導の今回の動きは支援を前倒しし、米欧で今年予定されている複数の選挙による政治的な変化からウクライナ支援を守る狙いもある。ロシアはウクライナ侵略するにあたって、かつてクリミア半島へと侵攻した時と同様にして、さほど強い制裁は受けないだろうと考えていた。そのように現在のところ評価されています。それが、ロシア中央銀行が外貨準備高として莫大な額をそれぞれの国の現金や金融商品などにして持っていたことです。そのために現在話し合われているロシアの凍結資産は40兆円とか45兆円とか言われるレベルで存在し、それらをロシアが動かすことが全くできなくなっているのです。さて、ヨーロッパにおいては、じゃあこれを没収するのはちょっと法律上難しいかもしれないから、その利益に対して税金を 100% かけることによって確実に徴収しようといったことを行います。そして今回の話というのは、そうした EU だけではなく、アメリカや日本も加わるような形で G7 全体でロシアの凍結資産どう扱うかについて合意を目指すというものです。アメリカの方はいっそのことを没収してもいいんじゃないかといった話をしているので、案としてはより強く出ているのですが、 EU の方はそうした没収についてはもう考えていないよという姿勢なので、改めて凍結資産が生み出す利益をウクライナ支援に充てるという方向で話がまとまろうとしているわけです。日本がどのような立場なのかについてはこれまでずっと見てきたのですが、ほとんど表明する場面が見られず、 G7 のこの話し合いの場においてようやく意思表明がされます。岸田首相は間違ってもこれに反対しないで合意してほしいものです。ちなみに今回はそうした利子だけを淡々とウクライナに渡していたというのでは、それでは毎年5000億から8000億円程度のお金しか渡らないので、その生まれてくる利子を元にして返済計画を立ててまとまった額を用立てようというのが今回の支援の枠組みです。例えば毎年5000億円返せますよというふうなことを考えれば、ある程度の利率を考えても何兆円かぐらい貸してもそれが何年後に返ってくるなというのを計算することができるわけです。だからこそ今回は
8兆円といった額が出てきて、このぐらいの額であれば、当決算から生まれてくる利益によってちゃんと返済ができるなというのをある程度見通すことができるわけです。ウクライナ支援にあたっては、どのくらいの金をつぎ込むかというのはそれぞれ各国において額は違いますし、またそれぞれの国の国民の支持率もまた違っています。そうした時において、いやいや、ウクライナ支援を行うんだけど、ロシアの凍結資産を使っているんだから、私たちのところは全く痛むことがありませんよというのは一番国民向けの説明としてはやりやすいことなので、もっとさっさと決定してほしいものです。最後に、ロシア軍の対空兵器 S500 がクリミア大橋の防衛に追加配備されたという一報が入っています。ロシア軍の対空兵器はこれまで S300、S400 といったものがたびたび登場してきましたが、S500 については私が話題にするのは初めてです。S500 は2021年に配備が開始されたもので、従来の S400 の攻撃可能だったものをさらに上回る形での大陸間弾道ミサイルや極超音速ミサイル、さらには低軌道の衛星なども狙える、そうした S400 の後継兵器だとも言えます。S500 の最大射程は600キロにもなり、従来の S400 を上回る性能があるとロシア側は誇示しています。ただ、毎回のことなのですが、ロシア軍のカタログスペック上はすごいよという話についてはどれほど信頼できるかについては実践になってみなければわかりません。例えば、対空兵器 S400 は弾道ミサイルについても問題なく撃ち落とせるとされていました。ところが実際問題、戦闘になってみると、アメリカがウクライナに供与したエイタクムスミサイル、この弾道ミサイル攻撃を全く防ぐことができていません。そのためクリミア半島に配置されていた S400 の部隊も何度となく爆破されています。それだけにロシア軍としては最新鋭の S500 をクリミア大橋の防衛のために充てたのでしょう。対空兵器 S500 がロシア軍向けの納入価格がいくらなのかについてはちょっと分かりませんでしたが、しかし S400 ですらひとまとまりで300億円程度の金額ですから、最新鋭の兵器となればそれよりも高額な兵器でしょう。果たして今回はロシア軍の言うように性能表通りの力を見せてエイタクムスミサイルを撃墜することができるのか、それともやっぱりダメでしたとなって爆破されてしまうのか、今後ウクライナ軍の S500 を狙った攻撃といったものもどのような結果になるか注目していきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、そして情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。